こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。最近、日本の履歴書について質問をもらったので、今日は日本の履歴書には何を書くのか、あとどうやって書くのかについて皆さんに紹介したいと思います。まず、履歴書。皆さんこれを日本語で説明するとしたらどうやって説明しますか？例えば、仕事を探すときに自分の学歴や職歴を書くのが履歴書ですよね。学歴はどこで何を勉強したのか。職歴はもし働いた経験がある人はどこでどんな仕事をしたかについて書きます。これが履歴書です。日本ではまだ手書きで実際に自分の手で書く履歴書。あとはインターネットで探してダウンロードしてパソコンで記入する履歴書。書く内容はどちらも同じなんですが、時々まだ手書きで自分の手で書いて提出してくださいっていうところもまだあります。でも最近はパソコンで作ってメールで添付して送ってくださいというところの方が多いイメージです。私実は2年前にコンビニでこちらの履歴書を買いました。多分まだコンビニにあると思います。はい。実際にちょっとお見せしますね。こちらが履歴書になります。で、ここには封筒もありますね。履歴書在中と書いてあるので、もし、書いて送る場合は、この封筒に入れて送ることができます。何を書くのかについて説明したいと思います。まずは名前、生年月日。これは自分の誕生日のことです。何年何月何日に生まれましたか？これを書きます。あと、年齢です。何歳ですか？これも書きます。で、男女と書いてあるんですが、これは性別です。ただ、今は丸をつけたくなければ、あと性別を書きたくなければ書かなくてもいいと、下に説明が書いてある履歴書もあります。あとは、現住所、連絡先ですね。現住所は今住んでいる住所で、連絡先はもし自分が今住んでいる住所と違うところに何か連絡をしてほしいことがあれば書きます。あとは電話番号です。そして学歴や職歴を書きます。あともし免許や資格があれば書きます。この動画を見ている人はほとんど日本語を勉強している人が多いと思うので、もし JLPT に合格していれば、例えば JLPT-N に合格というふうに書きます。で、あとは、志望動機、特技、好きな学科、アピールポイントなどと書いてあるんですけど、どうしてその仕事をしたいか、どうしてそこで働きたいかなどについて書きます。これが志望動機です。あとは通勤時間などを書きます。で、これは面接で聞かれるかもしれないんですけど、ドアトゥードアでどのぐらいかかりますかという質問をされることがあるかもしれません。ドアトゥードアというのは自分の家から会社までのことです。つまり、電車に乗ったりバスに乗ったりしている時間だけじゃなくて、自分の家のドアを開けて、外に出て、駅までまずどれぐらいかかるか。プラス、電車やバスの時間。プラス、会社の最寄り駅から会社までの歩く距離とか、バスかもしれないですけど、その全部の時間のことをドアトゥードアと言います。なので、もし面接の時にドアトゥードアでどのぐらいかかりますかと聞かれたら、電車に乗っている時間、バスに乗っている時間だけじゃなくて、その駅までの時間と駅から会社までの時間、全部の合計の時間を答えます。
はい。で、あと、これ私、自分のね、日本語を教えている生徒さんに話してすごくびっくりされたんですけど、写真を貼ります。自分の顔の写真を貼ります。今、会社によっては貼らなくていいところもあるそうなんですが、実は私、去年、履歴書を、あるところで働きたいと思って提出したんですけど、やっぱりそこは、写真を貼ってくださいと言われたので、写真を貼ることが多いと思います。それを私の生徒さんに話したら、どうして貼るんですかって言われました。なのでこれは国によって違うのかもしれないんですが、日本では写真を貼る場合もまだ多いと思います。ここにもね、写真を貼るって書いてあるんですけれども、証明写真を撮って貼ることが多いです。じゃあ今度は実際にパソコンを使って履歴書を入力していきたいと思います。ちょっとパソコンのある部屋に行きましょう。では、履歴書をダウンロードしたいと思います。今回使うのは厚生労働省が作成した履歴書で PDF 版があるので、そちらをダウンロードしたいと思います。今、履歴書を PDF でダウンロードして、それを PDF エレメントを使って編集したいと思います。今、ここに見えているのが PDF エレメントになります。まずは名前を入力したいと思います。テキストを押します。そして、氏名の下をクリックすると、入力することができます。例えば、東京あかね。これは私の本当の名前ではありませんが、例えばね、こういう名前の人がいるとして、で、これ今ちょっと文字が小さいので、文字の大きさも、ここで変えることができます。フォントも変えることができます。で、振り仮名とありますよね。これ今、振り仮名ってひらがなで書いてありますね。なので、振り仮名はひらがなで書きます。もしこの振り仮名がカタカナだったら、カタカナで書きます。ひらがなで、東京あかねと書きます。で、これも文字の大きさを変えましょう。はい。で、この位置も調整しましょう。はい。これで入力することができました。このようにして PDF エレメントを使うとテキストも入力できますし、これ文字もね、もともと書いてある文字も消したりすることができます。例えばこれ今、年って書いてありますよね。これをすべて編集を押して消すことができます。もちろんこのようにもう一度入力することもできます。じゃちょっとここまで入力してみましょう。例えば今、22歳の人の場合は、西暦で2003年ですね。で、じゃあ1月1日生まれだとして、満22歳。このように PDF エレメントを使えば簡単に PDF を編集することができます。そして全部入力し終わったらエクスポートするんですが、これもいろんな種類があって、例えばワードでエクスポートすることもできますし、Excel や他の形でエクスポートすることもできますので、本当に便利だと思います。で、あと、日本語を勉強している皆さんにとって本当に便利なのが AI の翻訳機能があるんです。これすごいですよ。ちょっとやってみましょう。AI の下、こちらが翻訳機能になります。今は日本語から英語になっていますが、英語以外にもたくさんの言語があります。で、こちらも選ぶことができますが、まずは日本語から英語にしてみたいと思います。もし、学歴、職歴、この意味がわからなかった場合、これをコピーすると、すぐに翻訳結果出ましたね。英語で。このように翻訳をこの PDF エレメントがしてくれるので、これ本当に便利だと思います。
わからない単語があった時に、これをコピーして、また別のアプリを使って意味を調べたりする必要がなくなるので、本当に PDF エレメント、これで完結します。これで意味を調べることもできるし、あと結果をコピーすることもできますので、例えば履歴書だけじゃなくて、皆さんが何か普段 PDF で勉強している教材テキストがあれば、それを PDF エレメントで開いて、この翻訳機能を使うこともできます。そうすると、いろんなサイトを使って翻訳する、意味を調べるっていう手間が省けるので、すごく効率よく勉強できると思います。ワンダーシェアの PDF エレメントはオールインワンの PDF 編集ツールです。テキストだけではなく画像や写真など自由に追加することができます。Mac や Windows にも対応していますし、モバイル版もあります。この動画の概要欄にリンクがありますので、ぜひまずは無料版から使ってみてください。もっと履歴書の書き方について知りたい人は、インターネットで履歴書書き方とか履歴書例と入力して検索するとたくさん出てきます。あとは外国人の方、例えば日本に今留学している人とか、日本で仕事をしていて転職を考えている人、こういった場合も外国人の方の例えば名前どうやって書くんですかとか、そういう質問があると思います。そういう場合も履歴書、外国人、書き方というふうに調べるとたくさん出てきますので、ぜひ調べてみてください。では最後に志望動機について皆さんにちょっとお話ししたいと思います。皆さんは志望動機って何を書きますか？志望動機というのはその会社で働きたい理由ですよね。どうして御社に興味を持ったのか、何を魅力だと思ったのか、それについて書きますよね。ということは、その会社が何をしているのか、どんな仕事があるのか、あとは会社の方針とか、その会社が目指しているものを知っていないと志望動機は書けないと思います。時々こういう学生がいます。給料がいいから応募しました。家から近いからここで働きたいです。確かに事実だと思います。本当にそう思ったからその会社で働きたいのかもしれません。でも会社側から見ると、その履歴書の志望動機を見たときに、給料がいいのが理由なら、もっと給料が高い会社ありますよ。じゃあ他の会社でもいいですよね。家から近いから。じゃあ私の会社じゃなくてもいいですよね。他にもあなたの家から近い会社がありますよね。こういうふうに思われてしまうので、それは書かない方がいいと思いますし、面接でも言わない方がいいです。もしかしたら皆さんの国ではそれはいいかもしれません。でも日本ではそれを言う人は転職だったらあり得るかもしれないんですけど、でも私だったら絶対に言わないですね。だってその会社に入りたい理由がそれだったら、相手にとっては別にじゃあ他でもいいじゃんって思われてしまう可能性があるので、やっぱりその会社の何を魅力だと思ったのか、何がいいと思ったのか、何に共感したのか、そして自分はここでどういう仕事をしていきたいのかっていうのをはっきりと明確に書かないと、その会社の人が履歴書を見て、あ、この人に私の会社で働いてもらいたいなとは思ってもらえないと思うんですよね。なのでやっぱり企業研究っていうのはすごく大事だと思います。私もたくさん失敗した経験があります。大学3年生の時ですね、就職活動の時に最初、あまり調べないでその、会社のイメージとかをなんとなく分かってるつもりで
志望動機を書いて提出して面接まで行ったんですけど、逆に会社のことについて質問された時に全然答えられなくて、じゃあ別にうちの会社じゃなくてもいいですよねって言われたことがあって、そこから本当に意識するようになりました。もちろん他のことも大事だと思うんですけど、やっぱり企業側にとって志望動機って結構大事なことだと思うんですよね。なので皆さんも書くときにはちゃんとね、会社のことを調べて、その会社に入ったら自分がどんな仕事をしたいのかっていうのをもう少し明確に考えてみると志望動機は書けると思います。なので応募する会社によって多分志望動機は変わっていくと思います。同じ業界だったら多分ね、ちょっと志望動機が似てくる可能性はあるんですけれども、全く同じビジョンで、全く同じ方針で、全く同じ仕事をしている会社っていうのはほとんどないと思うんですよね。そもそも働く人が違うんだから、社風ももちろん違うと思います。なので、やっぱり応募する会社ごとにちゃんとその会社を調べるというのがすごく大事になってくると思います。はい、今日は履歴書について、日本では何を書くのか、あと少しね、どうやって書くのかについて説明してみました。今日紹介したワンダーシェアの PDF エレメント、無料版のリンクが私のこの動画の概要欄にありますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。実は私、この PDF エレメント、何年か前にも紹介させてもらいました。で、本当に仕事をしている時にすごく便利なので、去年永久ライセンスを買いました。ワンダーシェアさんからもらったわけじゃなくて、一回自分で紹介して使ってみて、すごく今の私の仕事に役に立っているので、永久版のライセンスを自分で買って今でも使っています。私は日本語教師なので、その教材を作ることであったりとか、何かいただいた PDF をもう一回ね、編集しなきゃいけないっていう時にもすごく便利です。私去年出版したんですけど、その時も出版社さんからいただいた PDF でここを直してくださいっていうのを全部 PDF エレメントを使って修正をしたりしました。なので本当に愛用しています。なのでね、今回そのお話をいただいた時にまたぜひ紹介させていただきたいなと思って皆さんにもシェアしてみました。皆さんの国の履歴書についてもぜひコメントで教えてください。例えば写真を貼る、貼らないとか、これは日本では書くかもしれないけど自分の国では書く必要がないとか、逆にさっきお見せしたのを見て、これは日本では書かないんですかっていう項目があったらそれもぜひ教えてほしいです。はい。じゃあ皆さん今日も最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。